皆さんの勇気をたたえましょう。全員吊るし首にしなさい。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。イングランドを黄金時代に導いたとして偉大な女王と称えられてきたエリザベス1世。44年間という長きにわたった彼女の治世において、イングランドは海洋国家として大きく成長を遂げた。しかしその裏で、彼女は出口の見えない孤独に飲み込まれていく。長年信じ続けてきた最愛の人、ロバート・ダドリーと肉親であるレティス・ノリスとの結婚は、エリザベスの心に深い傷を残した。そんな時に現れたカエルちゃん、アンジュ公フランソワ。エリザベスは結婚を真剣に考えたとも言われるが、結局は国内の反対意見の高まりを受け、彼に別れを告げる。さらに、宿命のライバル、メアリー・スチュアートも、枢密院やウォルシンガムの罠にかかり、断頭台の露と消えた。そして、メアリーの死は、新たな対立の幕開けでもあった。徹底的な自己プロデュースと、宗教対立を背景としたプロパガンダ。バージンクイーンの名の裏に隠された彼女の本当の姿とは。1585年8月、エリザベスはネーデルラント北部のプロテスタント勢力と同盟を結びます。ネーデルラントとは現在のオランダとベルギーを指す地域で、当時はフェリペ2世率いるスペインの勢力圏でした。しかしネーデルラント北部ではプロテスタント勢力の抵抗が大きく、長年にわたりスペインと抗争を繰り広げていたのです。ロバートは1576年頃から北部プロテスタントの支援を訴えていましたが、エリザベスは例によって結論を先送りにし続けていました。ところが1584年、プロテスタント勢力の指導者であったオラニエ公ウィレムが暗殺され、さらにフランスがスペインと同盟を結んだことで、ヨーロッパのパワーバランスが変化。エリザベスはようやく重い腰を上げ、ネーデルラントへの援助を決定したのです。エリザベスとロバートの関係は、彼の秘密結婚以来、よそよそしいものになっていました。しかし、この窮地に、エリザベスはロバートの助力を求め、彼を指揮官に任命します。ところが、この軍事作戦は、派兵前から問題が山積みだったのです。一番問題だったのは、エリザベスとロバートの間で、派兵の目的に対する理解に大きな乖離があったことです。ロバートは大陸のプロテスタント勢力と同盟を結成し、カトリック勢力を駆逐することを目的と考えていました。しかし、エリザベスはこの段階でもスペインと戦争をするつもりはなく、あくまでフェリペから妥協を引き出し、ネーデルラントの自治と宗教の自由を認めさせることを目的としていたのです。そのため、ロバートを指揮官に任命し、派兵を決定した後も、裏ではスペイン側の指揮官であったパルマ公との和平交渉を模索していました。長年待ち望んだイングランドからの援助をネーデルラント側は大いに歓迎し、ロバートに総督の地位を打診します。ロバートはこの申し出を受け入れますが、これが再びエリザベスの逆鱗に触れることに。あくまで女王の代理として派遣された臣下が現地で全権を握るかのような称号を受け入れたことに対する憤り。そしてスペインに対しイングランドがネーデルラント統治を企んでいるという誤解を与えることを危惧したと言われます。結局、ロバートは一度受け取った総督の地位を返還するという屈辱を味わうことになりました。それだけでなく、エリザベスは資金援助も出し渋ります。結果として、ロバートは自身の土地や数年前に亡くなっていた息子の爵位を抵当に入れてまで予算を工面することになりました。しかし、それでも全く予算が足りず、まともな食料も得ることができない兵たちの脱走が相次ぎます。さらに、敵方のパルマ公は、世紀の名将と称えられた歴戦の将。従軍経験の少ないロバートは、なすすべもなく敗北。結局、
イングランドは何の成果も得られないまま戦線を縮小せざるを得ず、さらにネーデルラントからの信用も失墜することとなりました。ネーデルラントでの敗北、そしてメアリー・スチュワートの死はイングランドをさらなる戦火へと巻き込むことになります。メアリー・スチュワートは生前スペインのフェリペ2世に対し、自分の死後はイングランド王位を彼と彼の娘であるイザベラへ譲ると書き残していたと言われています。フェリペ2世は父方、母方、双方からランカスター家の始祖であるジョン・オブ・ゴーントの血を受け継いでいました。このことからメアリーが亡くなった今、諸子であるエリザベスよりも自らが正当な王位継承者であると考えていたようです。そして戦線を縮小したとはいえ、ネーデルラントに駐留し続けるイングランド軍はフェリペにとっては目の上の単行部でした。フェリペはついにイングランドとの戦いを決意します。彼の目的は主に3つであったと考えられています。1つ目はネーデルラントからイングランドを撤退させること。2つ目はイングランドにおいてカトリックを復権させること。そして3つ目はエリザベスを退位させ、自分自身あるいは娘のイザベラをイングランド王に据えること。こうして1588年7月19日、イングランド沖にスペインの無敵艦隊アルマダが現れます。エリザベスとロバートはネーデルラントでの惨敗以来、再び疎遠となっていました。しかし結局エリザベスはこの時もロバートを頼り、彼をテムズ川河口の要所ティルベリーの指揮官に任命しました。ロバートはエリザベスを説得し、ティルベリーの野営地訪問を実現させます。8月8日、野営地に現れたエリザベスは兵士たちに向かって語りかけました。親愛なる兵士諸君、確かに私はか弱い肉体を持つ女ですが、王のイングランド王の心と気概を持っています。パルマやスペイン、ヨーロッパの他のいかなる君主もこの国に侵攻しようとするなど言語道断です。そのような恥ずかしめを受けるくらいならば、私自身武器を取り、皆さんの将軍となり、戦場で皆さんの勇気をたたえましょう。史上名高いティルベリー演説です。ロバートは体調不良を押して指揮に立ち、この演説を演出しただけでなく、自らの個人司祭であったライオネル・シャープにその内容を書き留めさせました。そのコピーはヨーロッパ中に出回り、エリザベスのイメージ形成に大きく貢献することになります。通説では、この演説に鼓舞された兵士たちの士気は高まり、結果としてイングランドを勝利に導いたと信じられてきました。しかし実際には、この演説の前日には、スペイン軍はすでに致命的な打撃を受け、撤退を開始していました。そしてその勝因は、主にイングランド近海の天候と高波によるものだったのです。さらに、ネーデルラント派兵による経済的打撃により、この時のイングランド軍には予算が足りず、指揮官を任された貴族たちは、資材を投げ打って予算を工面。それでも予算は全く足りず、兵士たちは飢えとチフスに苦しむことになります。エリザベスは、指揮官たちからの決死の訴えにも耳を貸さず、それどころか、給与を求めてロンドンにやってくる機関兵たちを治安を乱す不老者と断じ、戒厳令を発布。彼らを裁判もなしに即刻処刑する権限を役人たちに与え、徹底的に弾圧したのです。これとは対照的に、スペインのフェリペ2世は、兵士たちへの支払いを欠かすことはなく、捕虜たちの身代金も惜しみなく負担したといいます。8月17日、スペイン軍の撤退を受け、ティルベリーの軍も解散となりました。ロバートはロンドンに凱旋。その様子はまるで王牌のようであったといいます。その後彼は戦いの疲れと長引く体調不良を癒すため、当時へ向かい、8月29日、エリザベス宛てに手紙を出しました。陛下、あなたの哀れな老木が恐れ多くも
このようなお手紙を差し上げる無礼をお許しください。私がこの世で最も願っていること、それは私の慈しみ深きレディがどう過ごされているか、そして先日お悩みだったお体の痛みがどれほど和らいでいらっしゃるかを知ることです。陛下の健やかさと長寿を私は祈り続けております。私自身の不甲斐ない体調につきましては、陛下からいただいたお薬を飲み続けております。他の方からいただいたどの薬よりもずっと効いているように感じます。これから向かうバースの療養所で完全に癒えることを願いつつ、いつものように陛下の幸せと安寧を祈りながら、陛下の足元に謙虚に接吻を。そしてそれからわずか6日後の9月4日早朝、エリザベス最愛の人ロバート・ダドリーはその人生の幕を閉じました。幼い頃からエリザベスと共に過ごし、共にロンドン島で処刑の恐怖に怯え、エリザベスが女王となってからも最も近くで彼女を支え続けたロバート。ロバートの死の知らせを受け、エリザベスは自室に引きこもり、何日も外に出るのを拒んだといいます。国中がスペインとの海戦の勝利の余韻に浸る中、彼女は一人、誰もいない部屋で涙に暮れていたのでしょうか。しかし、女王がいつまでも自室に閉じこもっていては、国政に支障が出てしまいます。顧問官たちは、部屋の扉を破壊して、無理やり彼女を連れ出したと言われています。スペインとのアルマダ海戦の勝利と、ティルベリーでの演説が、エリザベスの治世を彩るハイライトであったことは、間違いありません。しかし、その裏にあった最愛の人の死は、エリザベスを取り巻く環境を大きく変えていくことになります。ロバートとレティス・ノリスとの結婚は、エリザベスにとっては確かに最悪の裏切りでした。しかし、彼の立場になってみれば、エリザベスはどれほど愛し、求め続けても絶対に手に入らない相手。そんな彼女を追いかけ続けた彼の苦悩も、やはり計り知れないものであったのでしょう。それでも彼は、その生涯をかけて彼女をそばで支え続けました。それは単なる恋愛を超えた本物の愛であったのかもしれません。エリザベスは彼からの最後の手紙を大切に小箱にしまい、生涯そばに置いたといいます。そして彼女はこれ以降、白と黒の服を好んで着るようになりました。それは処女性を象徴する色でもありましたが、心の中ではロバートの喪に服し続けていたのかもしれません。ロバートの死は一つの時代の終わりでもありました。彼の死を皮切りに、即位時からエリザベスを支え続けた忠臣たちが立て続けにこの世を去っていったのです。誰も一人の女性としての彼女を知る者がいなくなった世界で、エリザベスはいよいよ孤独な戦いを強いられることになるのです。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。